こんばんは、ゆずきゆかりです。今回は新シナリオ1951年をプレイしていきます。まずは PDF 内を見ていきます。導入。1951年は全キャンペーンの中で2番目に長く、1951年1月8日から1953年5月15日までを期限とし、1週間を1ターンとする123ターンの長期キャンペーンである。このキャンペーンは中共軍による正月攻勢があった朝鮮戦争2年目を舞台に戦うことができる。一方がソ連の支援を受けた北朝鮮軍と中国共産党軍を、もう一方が韓国軍、アメリカ軍、その他各国軍からなる国連軍にて戦う。共産党軍は中共軍を主力とする多くの強力な陸軍を有している。ソウルはすでに占領済みであり、撤退する国連軍を追撃し、殲滅しなければならない。国連軍はソウルを奪還し、可能な限り多くの領域を取り戻さなければならない。国連軍の航空優勢と経済力は重要であり、数的不利を補うことができる。次に、完全勝利条件を確認します。共産党軍は、チョナンウルサンラインを含む北にある韓国の主要都市を全て占領するか、60VP に到達できれば勝利となる。国連軍は、シナンジュウォンサンラインを含む南にある北朝鮮の主要都市を全て占領するか、60VP に到達できれば勝利となる。次に、増援部隊を確認します。共産党軍については、すでに多くの部隊が到着しているためか、増援は2月で最後となります。国連軍については、少数ながら絶え間なく増援が到着します。最後に、獲得予備兵力を確認します。以上で、PDF の確認を終了します。それでは、シナリオを開始します。作戦開始。作戦が開始されます。あなたは共産党軍を率いて、撤退する国連軍を追撃し、朝鮮半島を可能な限り支配するという、最も重要な戦いを指揮します。国連軍の絶え間ない爆撃によって、北朝鮮工業は壊滅的打撃を受けていますが、戦争経済への移行によって資金は開戦初期よりも多く獲得できます。なお、動員できる部隊のほとんどは配備済み、あるいは殲滅しています。よって、さらなる増援は期待できません。航空戦力は不足していますが、中国、ソビエト空軍の到着により、敵軍の一方的な制空権確保は阻止できるはずです。全人民は当時の勝利を信じています。現在の季節に関する報告です。冬季の到来です。今後天候が悪化する恐れがあります。雪原地域は白く表示され、移動が困難となり、攻撃側による進行が困難となります。戦略、ミグ回廊を実行します。ミグ回廊。条件、中国の介入後であり、19ターン目以降である。オーリュッポンに沿った中国の飛行場、米国のパイロットはこの地域をミグ回廊と呼んでいるに集中しているミーク・ピトナーッツァチ戦闘機は、その地域の制空権を獲得した。彼らは現在南方に再配置され、国連の航空部隊に脅威を与えている。共産党軍のミーク・ピトナーッツァチ戦闘機部隊は、F86 セイバーが選択されるまで航空戦闘力プラス1を獲得する。この効果についてですが、ある戦闘地域で上昇したかと思えば、別地域では元の値に戻っていたりと、よくわかっていません。もしかしたら、特定地域限定の効果なのかもしれません。航空機修理に関する報告です。中国航空機の修理。第30ターン目から、その後4ターンごとに、中国空軍の航空部隊の1個が完全充足まで修復されます。北、南満州に待機している部隊のみが修復可能です。航空部隊を交代させるつもりはないため、この恩恵を受けることがありません。たとえ、致命的打撃を受けたとしてもです。報告。今回のターンは全軍移動できません。一応、第5列を使用できますが、ここは終了しておきましょう。報告。香港に脅威が迫っていると判断され、その防衛のためにイギリス歩兵旅団1個が離脱するとのこと。ありがたいことです。
29ターン、1月15日へ突入しました。第5列を使用し、敵の戦術を確認します。撤退戦術が2個、そして戦略が1個ですね。報告。中国の鉄道労働者が到着しました。義勇鉄道隊。中国は、荒廃した北朝鮮の領土回復のために多くの兵士を派遣することを決定した。彼らの決死の努力により、絶え間ない B29 の襲来があるにもかかわらず、物資供給は円滑に行われるようになります。一部の鉄道拠点が定期的に再建されます。また、北朝鮮領土破壊作戦の効果を無効化します。了解。副次的効果として、国土防衛隊1個の兵力が完全充足となりましたね。収入・経済フェーズへ突入します。産業の破壊によって産業に関する収入は減少。しかし戦時体制に移行したことによって減少分を補填しています。ここで産業破壊による悪影響を確認します。軍需物資を生産する施設がほぼ存在しないため、部隊への物資供給のめどが立っていません。無作為の部隊3から5個が3ターンの間戦闘力がマイナス1減少します。さらに3ターンの間保有する予備兵力を1個失います。予備兵力の減少は留意しなくてはなりませんね。現在の総資金は74となります。非常に多額ではありますね。まずは軍備計画内を閲覧します。名前は正規軍ですが、機動力は志願軍と同等ですね。これは、新しい師団が存在しますね。この PLA 第47対戦車師団は、歩兵師団と対戦車砲をそのまま混成させた部隊です。対戦車砲と比べて2倍の兵力を持ち、能力、対戦車によって敵戦車を無力化します。さらに、能力、装甲による強靭性も持ち合わせています。ぜひとも前線へ。朝鮮軍偵察連隊が2個。これらも前線配備が約束されています。朝鮮軍戦車大隊が6個。進行力は上がりますが、兵力2個ゆえに敵戦車や攻撃航空部隊と接敵した場合は死を意味します。これは、また新しい師団が存在します。この人民軍第12歩兵師団は、ソビエトの支援によって再建された部隊です。先の対戦車師団にもありましたが、名前に新がついている部隊は、ソビエトによる強化を受けた部隊です。非常に高価ではありますが、高い兵力と戦闘力、そして機動力を誇ります。また、歩兵師団にもかかわらず、戦車突破の随伴も可能です。パルチザン部隊。非常に少額にもかかわらず、どの部隊よりも価値があります。決断しました。PLA 第47対戦車師団。第3兵団第3軍団支援砲兵。これらを南満州に配備。人民軍第12、17偵察連隊をケソンに配備。第1、3、4軍団支援砲兵。都市攻略支援砲兵。これらをウォンサンに配備。さらに、第12歩兵師団をケソン、第1軍団司令部をウォンサン、第3パルチザン部隊を首都ピョンヤンに配備。最後に、第105師団兵隊部隊をウォンサンに配備。予備兵力を9個獲得し、経済フェーズを終了します。部隊移動へ移る前に、現状戦力、戦況の確認を行います。まずは、現状戦力から各個プラスとなっている部隊は先の経済フェーズ時に構築し後ほど加わる部隊です。中国軍は全て完全充足となっており構成準備は完了しています。最強戦力である10歩兵師団は8個、歩兵師団は志願軍を含めると19個。支援部隊については司令部3個が健在です。航空部隊については
戦闘力が高いミーク・ピトナーッツァ地部隊が配置についています。その他迎撃部隊についても3部隊存在しますが、航空運用に一歩遅れている共産党軍では基本航空優勢を握れません。その要因となるのがスタック値になります。アメリカ航空部隊は全て例外なくスタック値が1であり、上空に配備できる上限スタック値は例外なく5であるため、局地上空戦でも圧倒されてしまいます。しかし、とある方法を用いれば、スタック値5を突破することが可能です。詳しくは、その時が来たら解説します。次に、朝鮮軍について。もはや、完全に再建されたと言っても過言ではありません。充足低下が発生しているとはいえ、歩兵師団9個の戦力を有しています。予備師団、歩兵連隊、非正規部隊を合わせた17部隊は、主力の側面を十二分に守れます。また、パルチザン部隊2個を韓国領土に潜伏させています。後方か乱を行い、前線部隊に動揺を引き起こさせます。さらに注目すべきこととして、司令部4個が再建されています。中朝合わせて7個の司令部を用いれば、数カ所で必勝の戦闘を行えるでしょう。戦闘を行う上で欠かせない戦闘力支援部隊についても、後々合流する部隊と合わせれば、十分な数を有しています。迎撃部隊については、隙あらば地上の支援に投入します。最後に、ソビエト軍について、すでに3個の部隊が配置についていますが、政治的理由によって中国国境から離れられません。戦線が遠くにあるため、この部隊が活躍することはないでしょう。正直な話、相当な下手を打たなければ負けることはありません。中朝軍歩兵師団の数は36個に及びます。この人海の壁を国連軍が打ち破ることはまずありえません。以上、陸軍合計81個、空軍合計10個が現状戦力となります。次に、戦況の確認を行います。我々は38度線を超え、すでにソウルを抑えています。戦況は我が軍優勢です。一つ留意すべき点として、攻撃側に不利に働く投機が挙げられます。投機時は、攻撃側の戦闘力が低下するだけでなく、機動力も低下します。機動性で劣る共産党軍は、この季節の間は包囲する機会は少なくなります。その点を留意しつつ、戦線を維持していけば勝てます。また、韓国領土内に潜伏中のパルチザン部隊も忘れてはいけません。彼らをうまく活用すれば、前線からいくつかの部隊の引き抜きが可能でしょう。以上で、戦況の確認を終了します。航空部隊の移動に移ります。迎撃部隊のうち、3部隊をソウルへ。1部隊をソウル近くのケソンへ移動。朝鮮軍迎撃部隊は東部ソクチョウへ移動。爆撃部隊を中央チョルゴンへ移動。ここから航空偵察を実行。現状、空中に隙はありませんね。航空部隊の移動は以上で終了。陸上部隊の移動に移ります。ほとんどの部隊は前線に配備されていますが、重要な部隊が後方に少数ながら存在します。非正規も含めて根こそぎ前線へ。前線の敵部隊を観察。チップの枚数から敵の規模を測っています。激戦が予想される地域には、重歩兵師団を投入します。さらに司令部を投入することで、さらなる部隊投入と士気向上を図ります。パルチザン部隊を動かします。占領と隠蔽を行いながら、領土を一時的に占領します。以上で、部隊の移動を終了します。それでは、進行戦に移ります。今回は3地域に対する進行を行います。まず、明らかとなった敵部隊を確認します。どの戦場も我が軍が圧倒していますね。ピョンテクにて敵部隊の戦術的撤退を確認。
確保完了。旅樹確保完了。ウォンジュにて戦術対空砲を実行します。対空砲。条件。陸上部隊1個が存在し、敵航空部隊が存在する。注意。自軍に対空攻撃が可能な部隊が存在しない場合、実行は無意味となります。対空砲で敵機を撃墜します。敵航空部隊に対して1打撃を与えます。この対空砲は敵航空部隊に1打撃を与えるのみなので、嫌がらせ程度のものでしかありません。ウォンジュ確保完了。すべての戦闘が終了しました。航空移動へ移ります。中国迎撃部隊以外は後方に退避させます。ケソンに待機している迎撃部隊をソウル上空へ移動させます。ここで戦力確認時に説明したスタック地5を超える方法が発動。通常航空部隊の地域上空への投入はスタック地5を超えての配備は不可能です。しかしあくまでも上空であり、空港に待機している部隊は関係ありません。今回の場合、ソウルに待機している部隊のスタック値は4、上空には2、合計スタック値は一時的に6となります。もちろんまだまだ投入可能であり、ソウル地域では合計9スタックまで投入可能です。空港に待機している部隊も防空活動は通常通り可能であるため、この方法を活用することで局地的に強力な防空網を築くことが可能です。その代わり、他の地域への守りには投入できませんが、薄く気づいても破られるだけです。なので、運悪くソウルを通る敵部隊を撃退する方向で行きます。予備兵力の割り当てに移ります。非正規部隊であるソウル連隊に1個割り当てます。これで合計11個を保持。持続的な大攻勢を行う上では、この数は心もとないと判断。油断大敵です。我が軍の行動を終了する前に、敵部隊の移動を低下させる戦術と情報工作を実行。よし、網にかかりましたね。なるほど。ソウル航空戦が行われますね。敵は東部に進行していますが、そこはあえて静寂にしています。まずは、進行部隊の確認を行います。東部進行部隊、地上部隊は少数。確認は以上。攻撃が開始されます。まずは、ソウル航空戦です。敵迎撃部隊は1個のみ。圧倒できます。結果的に、迎撃部隊1個、攻撃部隊1個に大打撃を与え、攻撃部隊1個を殲滅に成功しました。とはいえ、国連軍航空戦力はまだまだ健在です。最終的に航空優勢を握れない可能性もあります。チョンピョン防衛戦が行われます。敵正面戦闘部隊は1個か。2打撃を与えましたね。そのまま停戦します。よし、防衛成功です。ウォンジュ砲撃が行われます。ケソン空襲が行われます。残壕があるとはいえ、新規配備の部隊に被害を出したくありませんね。
よってここは濃霧が出ている地域に部隊を移動させていきましょう。霧。条件。敵航空部隊が存在する。今週は深い霧によって視界が悪化すると予測。特に上空からの視認はより困難になると予測されます。霧が発生する時期に攻撃、あるいは敵からの攻撃を誘導し、戦いを有利に展開します。両陣営の全航空部隊の戦闘力がマイナス3減少します。全部隊被害なし。オウサン空襲が行われます。この地はすでに国連軍によって更地になってますよ。カンヌン防衛戦が行われます。この地は奪われることが確定していますが、問題ありません。この地より北から中国歩兵師団司令部支援歩兵の部隊が駆けつけています。突破進攻によってヤンヤンが奪われましたが、問題なし。第30ターン、1月22日へ突入しました。個人的な思いとして、冬季が明ける前に戦争終結を目指したいですね。敵の消滅は、重砲の砲弾と攻撃部隊。しかし、今見えているその他航空部隊の兵力が完全充足ですね。ということは、自動修理によるものか、あるいは予備兵力を使ったかです。ここで、計画・補給線の改善を実行。敵からの万が一の反転攻勢用に足止めを構築。計画によって構築される補給基地は無料であり、構築物であるため制圧不可能という点が非常に魅力的です。航空部隊の移動へ移ります。爆撃部隊を配置転換。そして現在、前線の防空網にいくつかの隙がありますね。この工期を逃すことなく攻撃命令。ヤンヤン上空に輸送部隊のみを確認。輸送部隊は兵力が1個の支援部隊扱いであり、戦闘力も皆無です。ヤンヤンに航空部隊を向かわせます。前線の敵部隊があまりにも少数ですね。パルチザン部隊による撹乱のためか、敵前線部隊が引き抜かれています。以上、航空部隊の移動を終了します。陸上部隊の移動へ移る前に、戦術を2個実行。これらを用いて、第3パルチザン部隊の機動力を大幅に上昇させます。陸上部隊の移動へ移ります。パルチザン部隊は前線を突破。看破されなければ次の週に活躍可能です。移動前の戦況です。移動後。足並みを揃え、確実に全面進行を行います。潜伏中のパルチザン部隊による撹乱状況です。さすがに、前線へつながる補給線の遮断は望めませんが、国連軍の部隊運用に支障を与えています。以上、陸上部隊の移動を終了します。突出すべき敵部隊は存在せず、以後、激戦が予想される戦場や突出すべき戦果を上げた戦い以外は飛ばします。ヤンヤン空襲が行われます。第11攻撃航空士隊は戦果を上げましたね。以上、すべての戦場で勝利することに成功。防空移動へ移ります。やることは先週と同じです。爆撃、攻撃部隊を退避させ、迎撃部隊はソウル上空で網をかけます。予備兵力の割り当てに移る前に戦略を実行。ソビエトの影響力。東アジア世界における共産主義を確固たるものにするべく、ソビエトがこの戦争に対する支援を開始しました。
予備兵力1個を獲得します。共産党軍、プラス 1VP。戦略というには少ない支援ですが、これをきっかけとして中朝軍の強化が行われます。ただし、それが行われるのは戦争後期がほとんどです。ソビエトからのさらなる支援を待たずに決着をつける予定です。予備兵力の割り当ては飛ばします。以上、我が軍の行動を終了します。